こんにちは、アンナスです。今日はフンボルトペンギンの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日はアンナスの動物刺繍っていう本のこのペンギンのスノードームのペンギンを、これフンボルトペンギンなんですけど、これの刺繍をしようと思います。ちょっとこんな感じで、実は大きい写真がここにしかなくって、これはちょっとスタイリングでちっちゃくなってしまっているんですけど、ちょっとスノードームこうてんてんてんて雪も降ってるんで、ちょっと刺す時はこっちのこのカラーページの方見ていただくといいと思います。では刺していきます。では図案を写すところは別の動画でやってるので、そちらをご覧ください。最初は玉留めをしないので、どこか広い面積のところに並縫いを入れてギリギリで留めて、一つ前の穴に刺します。これで絡まって止まっているので、出ているところはハサミで切ります。で、一番最初は顔のここの黒いところを埋めていくので、ちょっとここから裏ビューンと飛ぶんですけど、だいたい真ん中に基準の1本を入れて、で上と下と埋めていきます。ちょっとフンボルトペンギンの画像とかを確認して、なんかこういう柄なんだなっていうのをあらかじめちょっと頭に入れてから刺繍するっていうのもいいと思います。なんかこういう白と黒の柄がこうしましまにいっぱい入ってるんですけど、多分ペンギンによってある程度個体差はあると思うんですけど、なんかだいたいこんな感じかなっていうので、この柄にしてます。で、次がくちばしですね。で、くちばしはなんかこの鳥みたいにこうとんがらせるんじゃなくて、ちょっと先が太い、くちばしのこの先が太いので、割とポテッとした感じにするといいと思います。ちょっと下絵が三角形っぽくなってるんですけど、こんな感じですね。で、次がこの最初に作った顔の周りに白で刺繍するので、一旦終わらせます。裏に2回絡めるとこれで絡まってるので、出ているところをハサミで切ります。で、白も2本取りですね。で、続きをするときは、最初は並縫いしたんですけど、2回目以降は裏の糸にぐちゃぐちゃっと絡めるとこれで止まってるので、続きをします。ちょっとやりやすい方向にくるっと向きを変えました。で、この周り、顔の周りちっちゃい白い細いこうあるんですけど、もう全部横横で刺していきます。ちょっとここが、この幅が狭いところはちょっと大変なんですけど、頑張って埋めてください。このちっちゃい点々のところ、結構少なく刺してしまうことが多いんですけど、ちょっと細かいので、ここも普段通りしっかり埋めてあげないと、ちょっとスカスカだと変になるんで、でもここまで端まで来たら一気に長いのを入れて、で反対側、顔の上の部分ですね、ちょっと今くるっと回してるんで下になってますけど、こんな感じで埋めていきます。
これぐらいですかね。で、またちょっと1回ずつ面倒なんですが、なんでこういう風に1回ずつ切っているかというと、同じ色を一気に刺す方が効率よく早いと思われるんですが、一つのパーツを作ったら隣に刺して差し広げていった方がバランスよく綺麗に仕上がるので、なのでちょっと面倒なんですけど、こうやって持ち替えるその都度でやるとうまくいきます。で、次がこの頭から背中の黒い部分なんですけど、この向きで、一つの塊なんでできるだけ向きをあんまりあっちこっちにしないで、もう一回この横向きで揃えてるんで、もう横向きに、どのパーツも横向きになるようにできればでいいですけどね、刺していきます。頭の上はあんまりまん丸にしないでも、ちょっとこう頭頂部がちょっと平らっぽくなっててもいいと思います。で、上が埋まったので、今度は下を刺していきます。で、図案にも斜線が書いてあって、刺す方向の線が書いてあるんですけど、今ちょっと横で始めたんですね。でもこのまま横でいくとロング&ショートにしたくなっちゃうんです。1センチ超えるとサテンステッチ、今やってるサテンステッチじゃなくて、1本が長すぎるとちょっとロング&ショートにしないといけなくなってしまうんですけど、それを避けるためにちょっと斜めにします。だから先にガイド線をちょっと刺しておいて、全部刺さなくてもある程度でいいんですけど、それでこうやって間を埋めて、いきなりこの斜めにしないで、ちょっとずつこう向きが変わっていって、ナチュラルにこのちょっと斜め、今真横ぐらいになっているのからちょっと斜めになるように刺していきます。これで、尻尾のあたりまで刺していきます。はい、背中までいったので、隣に差し広げるんで、足を今のタイミングでやっても別にダメではないんですけど、全然一緒にやってもらっていいんですが、一応本の通りに進めていこうと思うので、次は前足っていうんですかね、ここを刺していきます。ここももう付け根から横に刺していくんですけど、ここに背中のカーブがあるんですが、刺繍糸はやっぱまっすぐにしかならないんで、1本入れるとちょっとこの隙間ができるので、ここはちょっと短いステッチを入れて埋めます。で、また下に向かって横に刺していきます。はい、では、ここのヒレができたので、今度は足ですね。足でいいのかな。ちょっと足の方まで中通します。一気にビュンといっても、ブローチとかなんか裏が隠れるものだったらそこまで気にしなくていいんですが、こうやっておくと安心です。で、まずこういうギザギザのものは必ず最初に長いところを入れておきます。で、この後間の部分を少しずつ短いステッチを入れながら埋めていきます。で、放射状に刺すので全部が同じ穴に入りそうなんですけど、そうすると同じ穴がもうモコモコになって大変なので、
この最初の3本はとりあえず入れて、間を埋めるステッチに関してはちょっとずらします。だから同じ穴に入れないで、針1個分か2個分ぐらいちょっと手前のところに刺すようにしたりしながら、ちょっと避けるとモコモコになりづらいです。ただあんまり避けすぎるとここに隙間ができるので、ある程度避けるステッチを入れつつ、最終的には長いのを上からピッと入れるといいですね。間をこうやって埋めて、もうこれだったらもう同じ穴に刺しても、これぐらいですかね。で、ちょっとまた行ったり来たりするんですけど、戻って、次がここの顔の下の模様、これはもう横横に刺します。幅もそんなに厳密に決まってないですし、多分ペンギンによって柄の出方が違うので、大体で大丈夫です。これぐらいちょっと埋まってればいいです。で、黒は終わりなので、一旦これで裏に絡めて、で次が白ですね。こういうしましまのものっていうのはめんどくさいんですけど、いちいちその都度刺繍糸を変えます。これでまた横横に白を刺していって、白が終わったら次グレーですね。グレーはほんとちょっとしか入れないんですけど、でもこれもいちいち糸一回切ってやり直した方が綺麗にできると思います。ちょっと隙間開けてもう白いっちゃっても別にダメではないですけど、こっちの方が思ってたサイズの形にはなると思います。で、今度グレーですね。こんな感じでずっともうこの向きで刺していくんですけど、次がグレーで、その後もお腹の白を埋めていきますね。お腹のステッチを刺す時のポイントとしては、一回この、ちょっと斜め、この背中のところも多分ちょっと斜めに今向き変えてなっていると思うんですけど、これで一つの塊体なので、向き変えないでこのまま進みます。だから最後この辺ちっちゃい点々になると思うんですけど、あと次のここですねとかも小さい点々になると思うんですけど、そのあたりは頑張って小さい点々で埋めてください。向きとか変えない方がいいです。こんな感じで細いところもしっかり最後まで、途中で諦めないで最後までしっかり埋めて、で次がこの頂点から始めると難しいので、向きだけこれぐらいかなって感じでこう基準の1本を入れておいて、で上と下と埋めます。ここ両方に刺繍糸がもう刺さってるんでちょっと刺しにくいんですけど、そこも頑張ってちっちゃい点々を
丁寧に埋めていきます。はい、ではできたので裏に絡めてギリギリでカットします。で図案がちょっと残っているのでお水で消します。濡らすと消えるチャコペーパーで図案を描いているのでこれで消えるんですけど、洗わないと消えないチャコペーパーの方は洗ってください。自然乾燥ですね。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。